人が宇宙にスペースコロニーという名の島を浮かべ200年の時が流れた。その中でいくつかの戦争が起こった。それは青き水の星を守るための戦いだった。星々の瞬きの中で人は憎しみ傷つき倒れ、だが愛することも忘れなかった。多くの血が流れ、多くの悲しみが生まれた。死んでいった者たちの魂が宇宙の獅子間をさまよい、光となって銀河に溶け込んでいた。広大無辺な宇宙はすべての人の思いを飲み込み、悠久の時を刻み続ける。水の星が輝きを失い、人々の祈りが嘆きの吐息に変わるとき、一つの魂が時を超えた。それは人が目覚める先駆けであったかもしれない。悲しみで綴られたヒストリー。あなたはまた一人旅立つのでしょう。果てしない荒野へと今ひび割れた風の大地に聞こえるわ遠い祈りの歌が愛のレジスタンあなたの夢を悲しみからそっと守りたい。心はどんなにディスタン離れていても感じている。きっと命をつないだあなただけをずいぶん派手にやってくれたな。メッサー、こんなもんでどうだ。ああ、もう十分だ。引き上げてくれ。みんなによろしくな。ああ、じゃあまたな。どうだ、まんま新基地のやつら奇襲攻撃食らって大慌てだぜ。あんたの仲間もなかなかやるじゃないか。まさか迫撃砲まで使うとは思わなかったよ。あれはお前らの武器さ。メタトロンがヘラスから逃げるときは置き去りにしたのを俺たちが頂戴したってわけだ。本当に基地の中に行くの？やばいんじゃないの？ビクビクすんな。何のために整備兵の格好してるんだ。怪しまれるわけないだろう。さあ、マンマシンをいただきに行こうぜ。メッサー、マンマシンを操縦できるの？メッサーメット様にできないことなんかねえんだよ。宇宙に出たアフランシ・シャアはスペースコロニーの生活を体験するため身分を隠してサイド2のヘラスに潜入した。だがマハのリーダービジャンダーゴルに正体を見抜かれ逮捕される。その知らせを受けたクリシュナとジョーはアフランシを救出するために護道を開始し、ヘラスの住人メッサーメットたちの協力を得てマハの基地に奇襲攻撃をかけた。マンマシン出すかもしれんぞ。整備状況はどうだ。
12号整備完了してます。整備終わってるってよ。おあつらえ向きだな。ビームライフルとシールドまでセットしてあるぞ。よし、あれにしよう。クリシュナ来い。じゃあ俺はこっちのまんまシーンにするか。メッサずいぶんやる気見せてるじゃん。メタトロンのあんちゃんには負けねえよ。レイ、先にコックピットに入れ。オッケー。レイ、シートの後ろにへばりついてろよ。狭いよメッサ。文句言うな。これがマンマシーンのコックピットか。これが操縦桿で、こいつがイグニッションのスイッチだな。メッサわかるの？任せろって。どうだ。おいお前ら何。おっと、やばいぜ。ハッチを閉めるスイッチはこれか。お前らどこコックピットの周りの景色が見える。すごい、私たち宙に浮いてるみたいだね。ギャーギャーわめくなよ。コックピットの壁がテレビモニターになってて外を映してるだけさ。メッサどうだ。ああ、スタンバイ OK だ。よし、出るぞ。了解。マッハのやつら踏み潰してやろうよ。そうだな、行くぜ。ああ、ちょっとしくじっただけだ。やっぱり無理だな。俺が支えてやる。うるせえ、余計なさ焼くな。初めて乗ったんでしょ。一歩歩いただけでも立派だわ。それで褒めてるつもりか。ほら腕を出せ。余計なことするなって言ってんだろ。意地を張ってる場合じゃない。ジャンプするぞ。ブリアン少尉、フロンテクスター発進する。セイバー少尉、フロンテクスター発進するよ。ナウル、なんだってガウッサなんて盗んだんだろうね。決まってる。アフランシアを奪い返すためだ。ってことは相手はメタトロンかい。他に考えられないだろう。私たちついてるね。地球で戦う時のいい練習になるじゃないか。油断してるとやられるぞ。ガウッサにやられるって。あんな時代遅れのマンマシーンに。アフランシが一人でヘラスに来るわけがない。ガウッサを盗んだのは地球にいた連中か。クリシュナ・パンデント、お前も今ヘラスにいるのか。いたぞ。ガウッサ、前方右45度の森の中だ。不時着したらしいな。ウル、攻撃するよ。ビームライフルのエネルギーは落とせよ。ガウッサが爆発するとコロニーに穴が開くぞ。分かってる。ジョー、発見されたわ。慌てるな。ここなら森の木が邪魔になって奴らは降りられない。でもこっちも自由に動けないじゃない。ビームライフルのスイッチはこれか。当たれ。おいしょ、武器の使い方教えてくれ。あんたにはまだ無理だ。操縦することだけ考えたろ。そんな悠長なこと言ってたらやられちまうぞ。なんとかしてよ。心配するな。奴らビームライフルのエネルギーを落としている。命中しても大したダメージは受けない。だからこのままやられっぱなしでいいよってのかよ。だったらきちんと操縦しろ。お前がちゃんと飛べないからこんな森の中に降りたんだぞ。マンマシンを操縦できるって大口叩いたのは誰だ。うるせえ。ねえジョー、やっぱりアフランシってニュータイプよね。え？初めてガイアギアに乗った時マッハのマンマシン落としたじゃない。メッサーとは全然違うわ。何のんきなこと言ってる。でもそう思うでしょ。アフランシがニュータイプだって。ああ、そう思うよ。取り調べは後回しだ。そこでおとなしくしてろよ。おい、何があったんだ。うるさい。どうしたんだろう一体。ビジャンダーゴル、スペースコロニーの住民を地球に逆移民させると言っていた。だけど今地球に人が戻れば環境汚染は取り返しのつかないことになる。
あの南の島も守れなくなるんだ。何としてもやめさせなければ。でも僕はこんな独房に繋がれていて何もすることができない。エバリー、僕に力を貸してくれ。エバリー。ガウス相手に時間をかけすぎだな。レイラ、そろそろ仕留めるぞ。オッケー。俺が支援するから地上に降り。なんだ。ウル、マンマシンだ。メタトロンか。ウル、交代して。なんだあのマンマシン。ゾーリンソウル。ゾーリンソウルだ。ゾーリンソウルってメタトロンが開発したマンマシンでしょ。ヘラスで製造してたがマハの弾圧の時に全部持ち出したはずだ。ゾーリンソウル応答せよ。パイロットは誰だ。ジョー、お前さんか。ケラン。ケランがゾーリンソウルに乗ってるの。ケラン、どうしたんだそのゾーリンソウルは。説明後だ。5域のガウスはクリシュナが操縦してるのか。いや、民間人だ。民間人だ。メタトロンの協力者さ。マンマシンは初心者だ。ケラン、俺たちが両脇を支えて飛んでいこう。俺は一人で飛べるぜ。うるさい、こっちの指示に従え。行くぜ。おう。ウル、奴ら逃げるよ。マハ本部を襲うつもりだ。俺はマハ本部に回る。レイラは奴らを追ってくれ。了解。ダーゴル大佐の持つ力がアフランシを呼び寄せた。ナジス隊はそう言っていた。ではアフランシを取り逃がした俺には力がないというのか。そんなはずはない。ケラン、スパシアス号はヘラスから脱出したんじゃないのか。ああ、逃げ出した。ただしミッシェルだけだ。俺とマドラス船長は船を降りた。そのゾーリンソウルはどうしたの。港近くの工場に隠してあったんだ。マハに発見されずに残ってた。マドラス船長はマハ本部に行った。マハ本部。アフランシを助けに行ったのさ。お前らもそのつもりだったんだろう。さっきのマンマシンが追ってきたぞ。うるせえな民間人。待ってるよ。民間人じゃない、メッサーって名前があるんだ。ジョー、逃げ方は考えてある。俺の指示通りに動けよ。分かった。よし、じゃあ急降下だ。ダーゴル大佐、ヘラス各地のマハ支部で爆弾テロ事件が続発しています。マンマシン強奪事件の混乱をきっかけにメタトロンの潜在勢力が攻撃を仕掛けていると思われますが。徹底的に弾圧しろ。この機会にヘラスに残るメタトロンの目を完全に摘み取る。はい。ヘラスを完全に制圧したという油断があったようだな。懐に飛び込まれ、こうも好き勝手に引っかき回されるとは。大佐。ウリアン少尉のブロンテクスターが着陸許可を求めています。ダーゴル大佐に面会を求めています。ウル。着陸を許可する。私の部屋に通せ。ウルメ、私の命令を無視するつもりか。ナジス隊、しばらく席を外してくれ。大佐。ウルには私から言う。はい。ウルーリアン少尉、参りました。入れ。作戦行動中に何の用だ。それは大佐が一番よくご存知のはずです。アフランシャーのことか。逮捕の際になぜ知らせていただけなかったのですか。それが不満か。はい。大佐は私とアフランシとの因縁ご存知のはずです。分かっている。だからこそ知らせなかった。は？お前のアフランシシャーに対するこだわりがマハのためにならないと判断したのだ。なぜです。アフランシが私の壁だとおっしゃったのは大佐です。確かにそう言った。その壁を乗り越えることがマハのためでもあると思っていた。だが
アフランシと実際に会ってみてよくわかった。今のお前ではアフランシを超えることはできない。大佐、お前のこだわりは奴と出会った時の因縁から来ているのではない。アフランシシャーという存在そのものがお前のコンプレックスを刺激するのだ。俺のコンプレックスを。そうだ、アフランシシャー。南の島で自然に囲まれて育ったというが、貴族の血筋を思わせるような気品を感じさせた。奴の持つシャア・アズナブルの記憶がそうさせるのだ。シャアの記憶を持つことがそれほど素晴らしいことなのですか。自分は常に努力してきました。上に行くためには向上心を持って努力するしかなかったんです。だが奴は、アフランシ・シャアはシャア・アズナブルの記憶を受け継いでいるというだけで全てを手に入れている。それが悔しいのか、ウル。自分はアフランシが目障りなのです。だから排除したい、それだけです。アフランシ・シャアの存在がお前の目を曇らせている。こだわりは捨てろ。そのこだわりこそお前にとっての壁なのだ。大佐いずれにせよアフランシは今我々の手中にある。もうお前を悩ますこともなくなる。アフランシを処刑なさるのですか。いや、奴を殺せばメタトロンは復讐心に燃えて反撃してくるだろう。それよりももっとうまい方法がある。どうなさるのです。アフランシの頭の中にあるシャア・アズナブルの記憶を消し去り、アフランシの身柄をメタトロンに返す。なるほど。奴はマンマシンの操縦もできないただの男になり下がるというわけですか。嬉しいか、ウル。いえ、自分のこの手でアフランシを倒せなかったこと、残念です。またマンマシンが着陸した。どうしたんだろう。コロニーの中で戦争でもする気なんだろうか。なんだ貴様。アフランシ。マドラス船長。アフランシ、元気そうだな。取り調べはまだ受けてないのか。船長、そんな格好してるから分からなかったよ。ああ、マッハの軍服か。メタトロンの地下組織を通じて手に入れたんだ。さあアフランシ、この兵隊の軍服に着替えるんだ。ここを抜け出すぞ。クリシュナとジョーは無事なのか。わからん。さあ急げ。今はここを抜け出すことだけを考えるんだ。アフランシ、こっちだ。外は一体どうなってるんだ。マンマシンが戦ってる。ジョーとクリシュナがマッハのマンマシンを盗み出したらしい。ケランもゾーリンソウルで出撃した。ゾーリンソウル。メタトロンのマンマシンだ。船長。アフランシ、こっちだ。まっすぐ行けば外に出られる。お前たち、そこの二人、止まれ。本部に連絡して市内の幹線道路を抑えさせろ。マッハの各支部にはアフランシシャアに関する情報を伝えたな。は。アフランシたちの現在地点は SR25 区画に入りました。よし、追え。はっ。アフランシめ、マッハ本部から逃げ出すとはよほど俺の手で殺されたいらしいな。待っていろよ、アフランシシャア。マドラス船長、ここはどこなんだ。なんて言ったらいいのかな。スペースコロニーの内側の壁と外側の壁との間だ。内側の壁と外側の壁との間。真上にはスペースコロニーの街がある。下に降りていくと宇宙空間に出る。まあそんな場所だ。スペースコロニーを点検するための通路が網の目のように張り巡らされているんだ。隠れるにはもってこいの場所だろう。の、あったあった、これだ。
なんだいそれは。非常用のノーマルスーツだ。これを着ていれば宇宙空間にも出られる。ほらフランシー、お前の分だ。フリーサイズだから着られるはずだ。船長、僕たち宇宙に出るのか？コロニーの外でケランと合流する手はずになってるんだ。ブリアン少尉、あそこのシェルターです。あそこまで追い詰めたところで見失いました。アフランシめ、地下通路からエアロックを抜けてスペースコロニーの外に出るつもりだな。コロニー公社に連絡して全てのエアロックを閉鎖させろ。はっ。あのブロンテクスト、セイバー少尉か。ブリアン少尉。どうした？敵のマンマシンを始末したのか？ダメだ。工業ブロックの近くで地下に潜られた。地下に？コロニー補修用の出入り口が開いていたのさ。なぜ攻撃しない？マンマシンが爆発すると間違いなくコロニーに穴が開くよ。メタトロンめ考えたな。だが奴らはアフランシを置き去りにして逃げるはずがない。セイバー少尉、戻って地下の出入り口を固めろ。了解。よし、俺たちも地下通路に降りるぞ。俺の命令があるまで絶対に発砲するなよ。はあ。アフランシ社、俺はニュータイプじゃない。だからお前の存在を感じることはできない。だが俺は必ずお前を見つけ出し殺してやる。ダーゴル大佐がどう言うと、お前が俺の前に立ちふさがる壁であることに変わりはないんだ。どうしたメッサ？何かトラブルか？わからねえ。操縦桿が動かなくなっちまったんだ。よし、じゃあメッサ、お前ら休め。俺が見張ってる。ああ、そうさせてもらうよ。はあ、やっぱり慣れないマンマシンを操縦するのは疲れるな。ジョー、外に出ましょう。うるせえな、せかすなよ。すっかり汗かいちまったぜ。あんたはシートに座ってたんだからいいさ。私はシートと壁の間に挟まってたんだよ。おいケラン、ここれからどうする？マドラス船長とは WS78 のエアロックで合流する予定になってる。アフランシはどうなってるの？さっきマハの無線を傍受した。メタトロンのリーダーが逃げ出したって騒いでたぜ。本当？マドラス船長、うまくやったんだな。クリシュナは船長とアフランシを迎えに行ってくれ。俺とジョーはマンマシンでコロニーの外に出る。おい、クリシュナ一人で行かせるのか？ジョー、私なら大丈夫だから。クリシュナ、船長たちと合流したら WS78 のエアロックから宇宙に出て信号弾を打ち上げろ。ほら。信号弾？ああ、発光信号を見つけてお出迎えしてやるよ。みんなでヘラスを脱出だ。分かった。 WS78 のエアロックね。メッサー、レイ、あなたたちはどうするの？っちはもうお役ごめんさ。メッサー帰ろう。いや、まだ用事は終わっちゃいない。本気でアフランシを殴るつもりなの？そいつは勘弁してやる。一人で行くより二人で行った方が気が楽ってもんだろ。メッサー、来てくれるの？ここまで来てはいさようならってわけにはいかねえからな。レイ、お前は好きにしていいんだぜ。付き合ってやるよ。こんなとこ一人で置き去りにされてたまるもんか。じゃあ一緒に来い。ジョー、達者で暮らせよ。お前もな。おいメッサー、俺たちと一緒に来ないか？あ？お前さんなかなか筋がいいぜ。いいパイロットになれる。よせ、柄じゃねえよ。クリシュナ、気をつけていけよ。まるで迷路だな。地図がなきゃ道に迷っちまうところだぜ。私こんな下まで降りたの初めてだ。今度マハに追われたらここに逃げてこようぜ。いい隠れ場所だ。ダメだわ。この扉鍵がかかってる。引き返すか？扉のキーボードに暗証番号を打ち込めば開くはずよ。ちょっと待って。なんだそりゃ。暗証番号を分析するキーセンサーよ。キーセンサ
液晶パネルに暗証番号が出たでしょ。これを打ち込めばいいの。56339。開いたでしょ。はあ、便利なもん持ってんだな。こういう機械を使いこなせなくっちゃメタトロンでやってけないの。メタトロンの7つ道具の一つよ。はあ、立派なもんだ。ねえメッサー、さっきの話だけど本気で考えてくれない？何が？メタトロンに入るってこと。俺に世直しをやれっていうのか？あなただってスペースコロニーがこんな状態でいいとは思ってないでしょ。おいクリシュナ、メッサーに変なこと吹き込むんじゃないよ。ねえメッサー、あなた本当は正義感が強いのよ。昔から弱い者いじめしたことないじゃない。いっつも自分より強い相手と喧嘩してたわ。弱いやついたぶって何が面白いんだ。だったらマハと戦ったら？今のマハは連邦軍や警察よりも強いわ。そそのかしてもダメだぜクリシュナ。俺はコロニーでゴロ巻いてんのが性に合ってんのさ。メッサー。え？足音だ。 WS78 っていうのはこの近くか？まだかなり先よ。ってことはアフランシたちじゃないな。あの足音、5人はいるね。隠れるぞ、こっちだ。奴ら行っちまったな。メッサー、少し遠回りになるけどこっちの通路から行きましょう。私様子見てくる。おい、一人で大丈夫か？平気よ。私メタトロン3年やってるんですからね。この扉もロックされてる。暗証番号は91005。なんなのこの光は。クリス、お前か？ウリアン。どうした？マハよ、逃げて！捕まえろ。撃ち殺しても構わん。レッサー。クリシュナ、ヘラスに来ているとは思っていたが、こんなところで会えるとはな。俺たちはよほど縁があるらしい。ウリアン、待ち伏せしていたのね。どうして私たちのことが分かったの？ここに来るまでキーセンサーを6回使っただろう。コロニー公社のコンピューターからマハに報告が入るようになってるんだ。君たちの動きは手に取るように分かった。アフランシだとばかり思っていたが当てが外れたよ。で、アフランシは今どこだ？知らないわ。マハに黙秘権は通用しないって言ったはずだが忘れたのか？まあいい。さっき WS78 のエアロックが作動した。アフランシは多分そこだ。違うわ。クリシュナ、君は嘘をつくのが下手だな。違うわ。アフランシはそんなところにいないわよ。そうか。アフランシ、お前ビジャンダーゴロに会ったのか？ああ、偶然に。で、どんな男だった？なんていうか、人を引きつける力を持っている。話を聞いてるうちにぐんぐん引き込まれていくんだ。もしメタトロンに出会う前にダーゴルと会っていたら、僕はダーゴルの考え方を受け入れていたかもしれない。マハの連中はダーゴルを熱狂的に崇拝してるって聞いたが、どうやら本当だな。ダーゴルは自分の哲学を持っている。だけど僕にはこれが自分の哲学だって言えるほどのものはない。なんだ？ダーゴルに会って自信をなくしたのか？そうかもしれない。社の後継者を自信喪失させるとは、さすがマハのリーダーだな。冗談はやめてくれ。僕は真剣なんだぞ。いや、それはすまない。船長、香港に向かう貨物船の中で船長は僕にこう言った。アフランシシャーはまだ眠っているが
宇宙に行けば目覚めるって。ああ、確かにそう言った。でも僕は何も変わっていない。宇宙に行けばシャア・アズナブルの記憶に飲み込まれるんじゃないかって不安があった。だけど宇宙に来てからはシャアの声も聞こえてこない。だからかえって不安になったってわけだ。マザーメタトロンのみんなが僕を大切に扱ってくれたのは、僕がシャア・アズナブルの記憶を持っているからだ。もし僕の頭の中でシャアの記憶が消えていたら。なあフランシー、確かにパリッシュ提督たちはシャア・アズナブルの後継者としてのお前さんを頼りにしてる。だが俺やクリシュナやジョーは違うぞ。どう違うんだ？つまり俺たちはアフランシが好きなんだ。シャア・アズナブルの記憶があろうとなかろうとな。僕がニュータイプでなくても？もちろんだ。俺たちは今のお前についていきたいんだ。ありがとうマドラス船長。アフランシー、俺が思うにアフランシがダーゴルに会えたのは偶然じゃなくて何かの導きかもしれないぞ。何かの導き？自分の敵をよく知っておけってことさ。シャアの導きかもしれん。シャアの導き？円筒シスメシアは光の導きだと言っていた。ダーゴルと会ったのが偶然ではないとしたら。アフランシー、どうした？感じる。ものすごい悪意だ。悪意？誰かが僕に憎しみを抱いている。憎しみだけじゃない。憎しみに混じって誰かが僕に訴えかけている。早くここから逃げろって言ってる。なんだ、どうしてこんなことがわかるんだ？アフランシー、アフランシー、誰か入ってくるぞ。メッサー、しっかりして。メッサー、どうしたんだ？なぜこんなところに？何言ってんだ、みんなあんたのせいだよ。アフランシー、知り合いか？クリシュナの幼馴染だ。どうしたんだメッサー？撃たれているのか？体に何発か食らっちまったみたいだが、ノーマルスーツを着てるおかげでかすり傷さ。すまねえなアフランシー、クリシュナを見捨ててきちまった。仕方ないよ、逃げなきゃ私たち殺されてたんだ。レイ、クリシュナがどうしたんだ？マハの奴らが待ち伏せしてたのさ。クリシュナは捕まっちまったよ。そうか、さっき僕に訴えかけていたのはクリシュナだ。そしてもう一人、あの激しい憎しみはウルウリアン。間違いない、ウルはヘラスにいるんだ。急げよ。 WS78 のエアロック周辺を固めるんだ。ネズミ一匹通すなよ。マハ本部に連絡し、地上のシェルター全てに隊員を配置させろ。さてクリシュナ、質問に答えてもらおう。ヘラスに潜入したメタトロンのメンバーは全部で何人だ？そんなこと答えられると思う？もちろんマドラス船長も来てるんだろうな。知らないわ。強情を張るなよ。君のことは悪いようにはしない。どういうこと？言っただろう。君は僕に幸運を与えてくれる女神だって思ってる。そんなの迷惑だわ。こう何度も出会えるのは単なる偶然じゃないって思えないか？まるで口説き文句ね。こんな場所で言うセリフじゃないわ。確かにそうだ。だが勘違いするなよ。君を口説こうなんて思っちゃいない。俺は君を手に入れたいだけだ。こんな風にな。何するの？やめてよ。冗談だよ冗談。もう乱暴なことはしない。わからないわ。あなたって人間が。天使と悪魔を使い分けてるって言ったのはクリシュナ、君だぞ。
アフランシー、まずいぞ。マッハだ、囲まれた。クリシュナを助けに行けないのか？助けに行くところか。俺たちの方も危ない。コロニーの外に出りゃいいじゃないか。発光信号を打てばマンマシンが迎えに来るって話だ。メッサー動かないで。ノーマルスーツの穴塞いでるんだから。うるせえな。少しぐらい空気が漏れたってどうってことはねえよ。ほら、新しいノーマルスーツ持ってきてやったぞ。こいつに着替えろ。お、サンキュー。船長、宇宙に出るつもりなのか？それしかないだろう。マンマシンに拾ってもらってヘラスから脱出しろ。クリシュナはどうなるんだ？残念だが置いていくしかないな。はっきり言ったらどうだ？見捨てて逃げるってよ。見捨てるわけじゃない。クリシュナ一人のためにみんなを危険な目に遭わせるわけにはいかないんだ。一人の命より大勢の命の方が大事ってわけ？メタトロンって結構冷たいんだね。クリシュナはアフランシを助けるために命がけで頑張ったっていうのにさ。アフランシー、てめえはどうなんだ？尻尾巻いて逃げんのか？逃げるわけないだろう。クリシュナは大事な仲間だ。そうだよな。ダチは大事だ。どんな世界でもよ。船長、クリシュナを助け出そう。何かいい方法があるはずだ。ああ、そうだなフランシー。だが今はここを抜け出すのが先決だ。まただ、この感じ。ウルーリアンだ。間違いない。なあクリシュナ、素直に教えてくれ。君たちは何のためにヘラスに来たんだ？ヘラスに残っているメタトロンの勢力を再編成するためか？違うわ。アフランシュにスペースコロニーの生活を見てもらうためよ。それでヘラスか。随分ひどい場所を選んだもんだな。スペースコロニーの現実がよくわかるでしょ。このヘラスをアフランシュの出発点にしてほしかったのよ。私がそうだったから。こんなスペースコロニーが出発点ね。そんな言い方しないで。あなただって同じような街で暮らしてたんでしょ？俺が？あなたはそう言ってたわ。そうさ。確かに俺が住んでたのはグレンツェよりもひどいところだ。飲んだくれの親父といつもヒステリックに怒鳴っているおふくろ、腹を空かせて泣いている弟と妹、それが俺の周りの世界だった。弟たちに食べさせるパンを手に入れるために盗みだってやった。あのままでいれば多分人殺しだってやっただろうな。俺があの暮らしから抜け出したのはちょっとしたきっかけがあったからだ。ある日車に泥水をかけられてね。その車に乗っていたのは上品ぶってる金持ちの女だった。その女は詫びの一言さえなく黙って俺に金を投げてよこした。その時の女の目は俺を蔑んでいた。その時俺は思った。このまま終わってたまるか。のし上がってやる。のし上がってこいつらを見下す立場に立つんだ。そう決心した。ウル、そんな考え悲しすぎるわ。ああ、俺もあの時の考えのままで生きていたらつまらない人間になっていただろう。だがダーゴル大佐と出会って俺は変わった。ダーゴル大佐？マッハのリーダーの？ダーゴル大佐は冷酷な野心家だと言われている。だがそれは違う。大佐は何よりも自分に対して厳しい人だ。理想の実現のためならば自分の感情など平気で切り捨てられる。俺はそんな大佐の生き方を見ていて気づいた。自分が歪んだ野心を持っていたってことをな。それで生き方を変えたのね。ああ、そして自分が何をすべきなのかはっきりと分かった。何なのそれは？世界をこの手に握るってことさ。ウル、私あなたのような人を何人も見てきたわ。みんな這い上がろうと必死になってた。でもそのために大事なものを失ってったわ。あなたも同じよ。這い上がって一番上まで行って、それで一体何が残るの？残るとか残らないとかの問題じゃない。上まで行き着くことに意味があるんだ。それが俺の生き方なのさ。そんな生き方虚しいだけよ。俺は強い男になりたいんだ。
世界を手に入れることで俺は誰にも負けない強い男になる。その時俺はダーゴル大佐だって追い越すことができるはずだ。強いだけの男なんか私嫌いよ。ほう。アフランシは優しいらしいな。ええ、優しいわ。本当の強さって優しさの中から生まれるんじゃないかしら。優しいっていうのは甘いってことさ。その甘さが命取りになる。香港でアフランシは俺を撃てなかった。だから君はこうして俺に捕まった。みんなアフランシの優しさのせいだ。そんなのおかしいわ。そんな考え方変よ。なんだ。 WS78 の封鎖完了しました。了解した。そのまま待機せよ。さあ来てもらおうか、クリシュナ。何をする気なの？君はアフランシを捕まえるための切り札だ。大切に使わせてもらう。アフランシはスペースコロニーの外に出てマンマシンと合流して逃げ出すつもりだろう。だが奴は逃げられない。心優しいアフランシは君を置き去りにして逃げ出すようなことはしないのさ。いいえ、アフランシは逃げてくれるわ。アフランシはメタトロンのリーダーだもの。こんなところで捕まるわけにはいかないのよ。どうかな。私なんか見捨てて逃げるわ。逃げるわよ。だってアフランシにはやらなければならないことがたくさんあるんだもの。これはエアロックの最後のハッチだ。こいつを開けると宇宙空間に出る。おい、メッサー、レイ、お前たちも一緒に来るんだな。ああ、言ってやるよ。こんなところにいてもマハにとっ捕まるだけだ。ヘラスを出ることになるがカバンか。そうだな。ま、成り行きに任せるとするか。なあ、レイ。マーハに捕まるよりはマシだからね。よし、じゃあ決まった。アフランシ、ヘルメットのバイザーを閉じろ。顎のところにスイッチがあるだろう。ここか？アフランシ、俺の声は聞こえるな。ああ、聞こえる。じゃあハッチを開けるぞ。外の景色は見慣れないと変だが、別に怖がることはないからな。怖がる？どういうことだ？ああ、星があんなに早く流れている。星が流れてるんじゃなくてコロニーが回転してるのさ。目が回りそうだ。そういう時は星から目を離せばいいんだよ。さあ、コロニーの外に出るぞ。外に出た途端に無重力になるが、空気抵抗がないから放り出されるようなことはない。宇宙を見ないでコロニーの外壁を見てろよ。さもないと目が回って宇宙用にかかるぞ。ああ。よし、行こう。どうだ、アフランシ。ああ、大丈夫だ。ねえ、なんだろうあの光。あれはマンマシーンだ。マンマシーンが戦ってるんだ。ケランとジョーカー。おい船長、信号弾を打ち上げるって手はずじゃないのか。ああ、そりゃそうだが、しかし今撃っても気づいてくれるかどうかわからんな。大丈夫なのか、ケランたちは。なんだこの感じは。ウルーリアンか。感じるウルの悪意を。おい、アフランシー、どうした？船長、マンマシーンを呼んでくれ。どうする気だ？僕がマンマシーンに乗る。そしてウルを倒す。アフランシー。ウルがどれほど危険な存在なのかよく分かった。ウルの持つ邪悪な思いが直接僕の心に入ってくるんだ。そういうことを感じるっていうのはニュータイプの能力ってやつなのか。わからない。でも今の僕はウルとクリシュナを感じることができる。だから僕にマンマシーンを使わせてくれ。よし、信号弾を撃ってみよう。気づいてくれるといいんだが。
一気こっちに来たぞ。こっちを見つけてくれたのか。あら、ゾーリンソウルだ。おい、こっちだ。俺たちはこっちにいるぞ。ケラン、聞こえるか。聞こえます。船長ひどい目にあったぜ。マンマシン用のエアロックから外に出た途端、敵のマンマシンがどっと襲いかかってきやがった。ジョーはどうした。まだ生きてます。ケラン、聞こえるか。アフランシだ。なんだ。ゾーリンソウルの操縦、僕と代わってくれ。クリシュナがマハに捕まった。助けたいんだ。ケラン、代わってやれ。アフランシに任せよう。でも船長。命令だ。了解。行ってこい、アフランシ。ありがとう、船長。ゾーリンソウルはガイアギアより古いマンマシンだ。少し性能が落ちるぜ。分かった。すまないな、ケラン。しっかりやれよ、アフランシ。落とされるんじゃねえぞ。レバーやアクセルの位置はガイアギアと同じだ。ゾーリンソウル、発進する。これが宇宙なのか。今僕は宇宙空間の真っ只中をたった一人で飛んでいるんだ。この声、シャア・アズナブル。新しい環境で人の能力は刺激を受けて今まで眠っていた能力が拡大する。宇宙に出て心を開き、まだ目覚めていない人の能力を高めれば、人は戦争をなくして永遠に発展し、人口を増やし続けることができる。そうか、それがニュータイプっていうことなのか。なんだ。感じる。いくつもの悪意が宇宙空間に充満している。あれはウルじゃない。マンマシンのパイロットの放つ悪意だ。ジョー、敵のマンマシンから離れろ。アフランシ、お前ゾーリンソウルに乗ってるのか。マドラス船長たちと合流してヘラスを離れろ。敵は僕が食い止める。やれるのか、アフランシ。早く行くんだ。分かった。邪悪な心は宇宙にはふさわしくない。マンマシン、僕がアフランシ・シャアが相手になってやる。もう一機、そこか。また一機落としたよ。これで6機目か。赤い彗星。すげえな、あいつ。あれ、本当にアフランシか。目覚めたな、アフランシ。
アフランシス・シャアは宇宙に行くと目覚める。あれは本当だったんだ。君は拒否できる立場じゃないんだぞ。さあ来るんだ。ウリアン少尉、ヘラスの外に出ていたガウッサ第4中隊が全滅した模様です。何？メタトロンはたった2機のはずだぞ。詳しいことは分かりません。アフランシ奴がやったのか。アフランシ、このまま逃げて、みんなを連れて逃げて。感じるぞ。ウルがいる。クリシュナも一緒だ。クリシュナ、ウル、どこだ？どこにいる？そこか？この壁の向こうにクリシュナとウルがいる。ビームライフルのエネルギーを絞って外壁を正確に撃ち抜けばコロニーに影響は出ないはずだ。クリシュナ、ウルから離れてくれ。僕はウルだけを狙い撃ちする。アフランシ。ウリアン少尉、どうします？奴らは宇宙に出てマンマシンで逃げる気です。分かっている。第8中隊に連絡してブロンテクスターを運ばせろ。俺が出る。今アフランシの声が。クリシュナ、君も一緒にブロンテクスターに乗ってもらおう。嫌よ。クリシュナ、待て。クリシュナとウルが離れた。今だ。ウルの気配が消えた。死んだのか？クリシュナは？感じるぞ。クリシュナは生きている。ビームライフルで開けた穴から空気が流れ出ているのか。クリシュナ、聞こえるかい？クリシュナ。アフランシ？アフランシなの？そうだよ。僕は今君のすぐ近くにいるんだ。今そっちに行きます。クリシュナ、よかった、無事で。アフランシ、私聞こえたんですよ、アフランシの声が。
フランシー、ウルは死んだんですか？わからない。だけど今は感じないな、ウルのこと。そうですか。かわいそうな人だわ、ウルって。かわいそう？ああ、そうかもしれないな。クリシュナ、ほらあそこ、スパシアス号だ。スパシアス号、マーザンメタトロンに逃げ帰ったんじゃないんですね。私たちを待っていてくれたんだわ。フランシー、聞こえるか？マドラス船長、よかった、みんな無事だったんだな。ああ、お前も早く帰ってこい。温かいコーヒーが待ってるぞ。船長、私冷たいジュースの方がいいな。友達さえ